また走れ。去年あなたは備中から山崎まで200キロを歩いた。今度は大垣唐木のもとへ。伝わる距離は52キロ。夜道の先田上山では秀長が待っている。兄が戻るまで動けない。あなたのわらじの尾がまた切れる。賤ヶ岳の勝敗は7本の槍より先にこの道で始まっていた。天正11年1583年、本能寺が燃えてから10ヶ月が過ぎた。あなたはまだ羽柴の陣にいる。山崎で生き残った。冬も生き残った。名前はやはり帳面に残らない。変わったものが一つある。足の裏が前より硬い。去年の大返しで替えのわらじを2足使い切った。今は3足背負っている。米、味噌、干した大根、火打ち石、雨をはじく美濃。槍より先に歩くためのものを確かめる。羽柴の軍に残ったものは早く歩けるものではない。歩いた後も翌朝また立てるものだ。あなたの前で柿役が兵の数を読んでいる。名ではない。組ごとの人数だ。一つ減れば隣の組から埋められる。去年と同じだ。違うのは向かう先である。北近江、余呉湖を囲む山々。北には柴田勝家、南には羽柴秀吉。その間に砦が並んでいる。田上山、大岩山、岩崎山、賤ヶ岳。山の名は違っても役目は同じだ。道を見張る、火を上げる、敵を通さない。田上山にいるのは秀吉の弟秀長である。兄が遠くへ動くとき、弟は残る。あなたはまだその役目の重さを知らない。信長が死んだ後、織田家には誰がその先を決めるのかという穴が開いた。秀吉は山崎で光秀を破った。勝家は織田家の宿老として北陸に大きな兵を持つ。二人は同じ主君に仕えていた。今は同じ道を進めない。冬の間、雪が道を閉じた。戦は止まったように見えた。止まっていたのは兵の足だけだ。木は切られ、土は掘られ、山の尾根に柵が立った。余呉湖の周りは一つの大きな城になっていく。北の現場尾城には勝家の本陣、南の木の本から田上山にかけては羽柴型の陣、大岩山と岩崎山には前へ張り出した砦が置かれる。あなたは土を運ぶ、杭を打つ、濡れた薪を割る。戦が始まる前から腕は重い。3月、田上山へ一通の書状が届く。差出人は秀吉、宛先は秀長。戦支度を整えよ。そう命じる内容が今も残っている。秀長、田上山を離れない。兵糧を数えさせる。柵の外を見回らせる。伝令の道を確かめる。あなたもその道を歩く。尾根から余呉湖が見える。湖の向こうに別の砦の煙が上がる。煙が一つなら異常なし。二つなら伝令を出す。戦の速さは兵が走り始める前に決まっている。4月16日、南の岐阜で織田信孝が再び兵を挙げた。秀吉はその動きを抑えるため大垣へ入る。大将が前線から離れる。陣の人数が減る。炊く米の量も減る。あなたは空いた場所へ柵を引き直す。田上山の陣火は消えない。だが北の勝家もその日を見ている。秀吉がいない時間を敵も数えている。4月20日、夜明け前、大岩山の斜面に人影が増える。柴田型の佐久間盛政が動いた。行一山の兵7000、脇には盛政の弟柴田勝正の隊も控える。さらに南茂山には前田利家およそ2000、北から盛政、勝正、利家の順に稜線に策が続く。
大岩山を守るのは中川清秀。森政の兵が急な斜面を上がる。柵が破られる。砦の内側へ声がなだれ込む。清秀はそこで廃止した。隣の岩崎山も攻められる。高山右近の兵が引く。余呉湖の東側で橋場型の線が2つ消えた。田上山へ泥だらけの死者が入る。1人目が大岩山と告げる。2人目が岩崎山と告げる。3人目は秀吉はまだ大垣だという。秀長がその時何を考え何を命じたか、細かな記録は残っていない。記録からわかるのは3月には田上山に陣取り戦支度を整えていたことだ。助けに出れば別の道が薄くなる。引けば木の元への口が開く。動けない。田上山の位置がそうさせる。この陣に求められるのは道を塞ぎ続けることだ。あなたは死者の馬へ水を飲ませる。別の死者が南へ走る。田上山から大垣へ。山道を下り街道へ出る。大垣で秀吉のもとへ知らせが届く。大岩山が落ちた。中川清秀が討たれた。岩崎山も崩れた。北への道が細くなっている。秀吉は軍を返す。去年と同じだ。陣が急に静かになる。身を軽くしろと命じられる。食えるだけ食え。残りは背負え。また走れ。大垣から木の元まで13里。今の距離にしておよそ52キロとされる。それを約5時間で戻ったと地域の資料には伝わっている。数字には諸説がある。だが20日のうちに秀吉軍が北へ引き返し、翌日の戦いに間に合ったことは動かない。あなたに52キロという形は見えない。見えるのは前の男の背中だけだ。日が傾く。わらじの裏へ小石が入る。立ち止まって取れば列から離れる。そのまま踏む。石が足の川へ沈む。道の脇で二打が潜く。馬が泡を吹く。人が転ぶ。後ろの者が腕をつかみ立たせる。誰か一人が早くても軍は早くならない。列の一番遅い場所を次の者が押す。田上山の陣にはまだ火が残る。柵の内側で兵が待つ。秀長がその夜に出した細かな命令は分かっていない。分かるのは兄の軍が戻るまで田上山が橋場型の前線にあったことだ。夜の道ではあなたが歩く。戻る兄。待つ弟。その間を52キロの道がつないでいる。木の元の空に陣火が見える。去年姫路の城を見た時と同じだ。目的地が見えてからが一番長い。前の男が言う。間に合ったと。まだ戦は終わっていない。4月21日、突出した佐久間盛政の兵へ橋場軍が向きを変える。盛政の隊は崩れない。秀吉は矛先を脇の柴田勝正へ変える。盛政が勝正を助けに動く。昨日まで空いていた道に旗が埋まる。消えかけていた陣火がまた増える。あなたは槍を持つ。52キロ歩いた足で斜面を上がる。膝が震える。怖いからではない。止まった瞬間に足が動かなくなったからだ。前の組が押す。後ろの組も押す。その時野山の前田利家2000が不意に北へ退く。後ろの備えが消えたと見て盛政の兵の足が止まる。佐久間勢が引き始める。道は狭い。来た時の速さで戻ることはできない。加藤清正、福島正則たちの穂先が勝正の隊へ集まる。橋場型の若い武者たちが引く兵を追う。後に静賀竹父本槍と呼ばれる者たちである。彼らの槍は確かに戦った。だがその槍が届く前に道を埋めた足がある。田上山を離れなかった兵がいる。大垣から戻った軍がいる。米を運んだ者がいる。夜の道を照らした者がいる。
賤ヶ岳の勝利は7人だけでは運べない。柴田勝家の軍は北へ引く。2日後、北の庄城に火が上がる。勝家と市はそこで命を絶った。秀吉は信長の後を争う最大の相手を失った。天下へ続く道が大きく開く。けれどあなたが見ているのは天下ではない。ほどけたわらじだ。足の裏の血だ。まだ残っている帰り道だ。中国大返しは一度きりの奇跡ではなかった。秀吉軍はもう一度間に合わせた。その速さを作ったのは走る大将一人ではない。戻る軍が着くまで場所を手放さない者、命令を運ぶ者、米を運ぶ者、そしてまた歩く者である。田上山の陣火が朝の光に消えていく。兄は戻った。弟の陣は兄が戻るまで戦場に残った。余呉湖の周りには今も砦の跡が残る。 JR 余呉駅を出ると湖までは歩いて行ける。駅前からすでに余呉湖が見える。湖の東側大岩山には中川清秀の砦跡と墓がある。東南東の田上山には秀長が布陣した砦の跡が残る。いずれも山道である。城跡の石垣を眺めるような平地の見学ではない。木之本駅には2026年豊臣大返しステーションが開かれている。余呉町中野郷の旧余呉文化ホールには賤ヶ岳戦国ステーションが置かれ、合戦の地形と周辺の砦を紹介している。2026年の会期は12月20日まで。開館は午前10時から午後4時と案内されている。木之本駅から賤ヶ岳古戦場方面へは路線バスで約6分。田上山や大岩山の砦跡まで入るなら、駅前展示とは別に山道を歩く準備がいる。地図の上では52キロは1本の線になる。現地に立つとその線は消える。代わりに見えるのは湖と尾根と次の尾根だ。1583年の足軽も同じものを見て歩いた。秀吉の大返しは一度ではなかった。賤ヶ岳では戻る兄の速さと田上山で待つ弟の時間が重なった。その前を埋めたのは52キロを歩いた名もなき軍勢だった。52キロの前には200キロがあった。同じ名もなき足軽が7日で歩き抜いたその前日談は終了画面にある。